か。政治家の剣じゃねえだろ。あの剣、まるで精神を蝕むような。百式軍刀術の極み、いやそれ以外にも。敵対の二大使、それに魔人のあの剣は外の断りの魔剣アングバール、それに聖光人でしたか。かつての同胞ながら化け物揃いですわね。ニュバリー、お前は確かに早い。だが聖光人を破るには至ってないみたいね。ごちそう揃いじゃねえかクロ。せっかくだから鬼神を呼び出しちゃどうだ。その手には乗らねえっつうの。人数では勝っているが、2体の戦術核が桁違い。おまけに白兵担当もいる。ちょっとあんた本気出しすぎでしょ。これは失礼。麗しき遊撃士ども、こちらの戦力も拮抗。もはや体制は覆らない。じきに他の面々も戻ってくる。長期滞在用の個室を多めに用意する必要がありそうかな。父様、終局ですか。さてどうする。言ったようにお前は黄昏の真なる煮えに選ばれている状態だ。煮えとしての力を解放すれば万が一の勝機はつかめるかもしれんぞ。てめえ。ダメです。このおじさん何言ってくれちゃってんのよ。ほう、軍門に下るつもりでもなさそうですね。ああ、帝国そのものにかかった呪いに選ばれてしまった。だからこそこの瞬間だけは勝機が見出せる。まさか。ガイウス、エマ、すぐそこまで来ているぞ。そうか。わかりました。セリーヌ、手伝って。ガイウスさんの成婚に重ねて門を開くわ。わかった。片側だけの転移も。いや、おいおい、この気配は。はっ、そうきたかよ。この歌声って。ああ、間違いない。青の深淵、ピータ・クロチルダ。ジャストタイミングですね。そして私の方でも見通せていなかったのが聖杯の副長の箱ですが、どうしてあんな高い位置に。小尺な。
来ますよ。あれは山猫号。シャセットさん来てくれたんだ。それに銀色の船は。リベール組やクロスベル組から聞いた。聖杯騎士団が所有する守護騎士専用の作戦艇メルカバ8号機。俺が死から受け継いだ船だ。アガット、ナイスタイミング。将軍もドンピシャです。ってここで来るかよ。いいタイミングじゃねえか。リン、無事みてえだな。ええ、おかげさまで。分校長にクロチルダさんもありがとうございます。副長さんの協力があってこそだけど。この場は我らに任せよ。撤退の準備を始めるがよい。イエスマン。ああ、クロ、手伝ってくれ。任せときな。いいじゃねえか。私も付き合うわ。バリマール、やはり反応は完全にないか。だがなんとか動かすことは。なんなのよって忘れてた。セリーヌ、手伝ってくれ。ええ、ケルンの霊気を整えるわ。彼の思念がなくてもあんたなら機体と同調できるはず。意識を集中させなさい。ああ。すまないバリマール。俺のせいでこんな状態に。だがどうか力を貸してくれ。明日を見出すためにも。ありがとう相棒。行くぞ灰の鬼神バリマール。よし。ミリアムさん。やりやがったな。ああ、クロウも含めたみんなのおかげだ。みんなの騎行兵は掴んだ。転移させるのね。フォローするわ。
よっしゃ。乗り込みましょ楽しい時間であった将軍。そのままさらなる研鑽を積みたまえ。止まってしまった我らの先、あなたならば目指すことも叶うでしょう。先祖の鬼神、それに最小の鬼神か。悪運だけは強いようだ。あれは魔鋼騎兵。さすがにヤバいね。みんなリーンたちのもとへ。周りに助けられたとはいえ、気をつかんだことは褒めておこう。だが分かっているな。もはや宿命が避けられぬことは。ああ、大いなる黄昏の煮えとなって初めて分かった。鬼神の機動者全員に課せられた逃れることのできない宿命。避けようとすれば歪みはさらに大きくなる。それがクロチルダさんが言っていた真なる物語なんでしょう。ええ、私が高魔城で結末をすり替えようとしたおとぎ話。怪次元において鬼神として分かれていた大いなる一を取り戻すための儀式、総国と呼ばれるそうね。正確には七の総国と呼んでいるが、大いなる黄昏が進む中、世界の滅びと共に行われる儀式だ。それこそが黄昏を引き起こした本当の目的。全ては大いなる一とやらを蘇らせるための茶番というわけか。ええ、その通りです。茶番というには悪辣すぎますが。だがまあめちゃくちゃに熱くド派手な祭りらしいからな。そのクライマックスぜひともお目にかかりたいもんだ。悪趣味だね。結社がどういうつもりかはこの際置いておくとして、兄が金の鬼神の乗り手となった今、全ての条件が整ったわけか。ああ、もう後戻りはできねえだろう。それでも俺は抗うと決めた。かけがえのない仲間や教え子たち、7組や協力者たちと共にミリアムの魂に報いるためにも、何よりも俺が俺自身であるためにも。ティーン教官、私たちも同じです。うん、全てが悪い方へと向かう絶望的な状況において、リーンだけじゃなく私たち自身もどう生きるべきか見極めるために。よかろう。ならば抗ってみせるがいい。それもまた総国のための格好の焚き火となるだろうからな。メルカバ2号機から連絡。上空で複数の機影が接近中。ほら、とっとと離脱するよ。行きましょう。エマ、セリーヌ、ガイウス君も。ええ、皆さん集中を。一気に運ぶわよ。光ささぬ地の底から翼と共に空へと。君たちにも期待しておこう。大地の竜を食い破るための奇
想天外かつ魅惑的な一手を。半分くらいは見抜かれているようだが。教官とミリアムさんの剣を頂戴する代償にお教えしましょう。ミラージュ。それが私が走らせている作戦です。なるほど。総国とはまた別に週末の盤上で遊ぶとしようか。今です皆さん。先導する。ついてこいリン、後輩ども。ああ、よろしく頼む。こういう時は重さがあだになりやがる。あれって太陽の光？ああ、明け方だろう。やりましたか。さあ一気に離脱しますよ。光学フィールドを展開します。ああ、間に合わなかったね。メルカバ8号機。ふん、回収が済んだのか。教会の船だと？中央教会。帝国に盾つくつもりか？鉄血殿に聖女殿ナンバーワンまで出し抜くなんて、深淵に黄金の羅刹守護騎士を味方につけているとはいえ、リンさんとやらは大層運に恵まれているみたいですわね。最悪と言っていいほど過酷な運命みたいだけどね。彼らにとっての苦難はこれからなんじゃないかな。まあ何にせよこれで役者と舞台は整ったわけだ。大陸全てに火をかけて地獄の大釜の蓋を開くための。ええ、大地の竜は目覚め、七の鬼神は揃った。もはや物語の佳境に向けて全てが加速するだけでしょお嬢様、皆さん、リーンさん、ミリアムちゃんもこれで。まあ収まるべきところに収まってくれて何よりだぜ。たとえ希望がどれほど儚く絶望が避けられないとしても。さてどう動くリン、それに7組たち。